皆さんこんにちは、大阪淀屋橋のレストランプレスキューの佐々木です、よろしくお願いします。今日はですね、お家でできる簡単、ふわふわスフレオムレツ、オムレツを作るだけだと面白くないんで、ここに、フレンチ風のきのこのクリームソースを作っていきたいと思います。ではまず材料の紹介です。卵2個、これ普通の卵です。M サイズ L サイズどちらでも構いません。市販されているベーコン、そしてきのこ、これは、自由です。例えばしいたけでもいいし、ひらたけでもいいです。今日は使っているのはしめじとエリンギ。生クリーム、これも、47% 動物性です。必ず動物性にしてください。ホイップクリームとか、そういう植物性のクリームというのは、煮詰めたり、酸を加えると分離してしまいます。ではまず最初にきのこのソースから作っていきます。っていうのは、スフレっていうぐらいですが、ふわっと上がってる、オムレツなんで、卵よりは時間との勝負です。ですから先に、ソースを作っていきます。簡単です。しめじ、エリンギを一口大に切っていく。これはもうこういうね、乱切り、芯の部分、切った面を上に斜めに切ります。切った面を上に斜めに切ります。そうすると乱切りになります。で、頭の方は4分の1ぐらいの、こうすると火も通りやすいし食感も保てます。で、しめじはこの、下の部分、根っこの部分を取って、あとはもうザクッとこんな感じです。そしてベーコンは普通にスライスしてるスライスベーコン、これも大体同じぐらいの大きさです。きのこと半分にしてこんな感じですかね、1センチぐらい。じゃあ、ソースを作ります。まずフライパンに、オリーブオイルを敷きます。大体大さじ1杯で、きのこは油分を吸いやすいので、しっかりと温まってから入れます。炒めてる間にどんどん、油分を吸って、油分が減ってきたからまた油を足すとどうしても脂っこいソースになります。十分温まったところできのこ入れます。はい、きのこ入れました。はい、最初強火で、きのこを入れたら中火にします。はい、これも少し色づいてたらベーコンはもともと火が入ってます。で、香りだけ、出れば十分です。はい、軽く塩をします。ベーコンの塩分もあるんでそんなにしなくても大丈夫です。そして、白ワイン、料理酒でだったら何でもいいです。国産の白ワインだろうが、フランス産だろうがドイツ産だろうが、ただ甘口じゃないことです。辛口、液体を入れるときは強火です。ここでジューってすると鍋の底にこそげ
鍋の底についたうまみですね。こうフランス料理でもシュクって言ってうまみとても大事なんです。これをこそげ落とします。これをフランス料理ではデグラッセっていうんですね。でここにチキンブイヨン、でここで、軽く煮詰めます。だいたいそうですね、3分の1になるぐらいです。詰まってきたら生クリームを入れます。ですからさっきの白ワインを入れた時に、ジューって音がして、沸きましたよね。あそこでアルコール分が飛んでるんです。アルコール分が飛んでないとこの生クリームを入れた時に分離します。だからしっかりと生クリームを飛ばしてください。はい、生クリームが沸いてきました。で少し味を見ます。で味を見て塩コショウで調節して、バター、無塩バターです。バターを少し入れて、濃度をつけます。もし無塩バターがなかったら有塩バターでもいいんですけど、有塩バターを入れるときはお塩、さっき加えたお塩を、入れないで味を見てから調節してください。はい、これでソースが完成です。卵です。はい、卵を卵黄と卵白に分けていきます。いいですか。まずよく、するのはこういう角ですね。角でカンカンってやる人いるんですけど、実際きれいに割りやすいのは平らな部分で割ります。そうするとこうまっすぐ割れるんですね。で、今、便利なグッズがあって卵黄と卵白分けれるようなものがあります。でもない場合はこうやって、卵白を泡立てます。で、よく、家庭でやるようなお菓子のメレンゲとかは、氷を当てて、卵白を立ててそこに砂糖を少しずつ入れてっていうあるんですけど、もう少量ですし、時間との勝負なので、卵白に砂糖を入れます。なぜ砂糖を入れるかっていうと、これは甘みのためじゃなくて泡立てた、卵白を安定させるためなんです。で、手で、もしこういうミキサーがない場合は手で、泡立てもらって結構です。はい、これぐらいです。角が立つぐらいで、今これ大きい気泡があるんで少し、これぐらいで、気泡をちっちゃく整えておきます。次、卵黄の方に塩少量入れます。でこれも、混ぜるだけ。混ぜるだけです。そしてポイント、よくあるのがもうこれをだらーっとそのままに、入れてしまうっていうのもあるんですけど、気泡をしっかり保つためにはやっぱり丁寧にここの約3分の1を入れてやります。いいですか。でここで混ぜてやる。ある程度硬さを意識
同じようにしてやる。そうすることで泡が潰れにくいんです。はい、残りの卵白を入れます。でこの卵白を立てるボウル、それから、さっきのこのミキサーの、ビーターの部分ですね、これは必ず油汚れとか汚れがついてないことなんです。水分油分があると卵白は立ちません。ですからきれいに洗ってきれいに拭いといてください。はい、こうやって中央からぐるっと混ぜるようにボウルを回しながら、こうするときれいに混ざります。はい、そしてこれを焼いていきます。フライパンに、バターだけだと焦げやすいんです。で、オリーブオイルも入れてやります。で、これはもう本当中火から弱火にします。最初中火ではい、入れていきます。全体に広がったら、少しだけ表面を焼いてやるんですね。1分ぐらいですかね。1分ぐらい表面を焼いて蓋をします。いろんな、レシピがあってこのまんま、フライパンで蓋しないで仕上げるものもあります。でも私が一番思うのに、卵に火が少し入らないと多分、すぐペタッとへたってくるんです。ですから2分だけ弱火です。火を入れます。逆に火を入れすぎると、今度ぺったんこになってきます。パンケーキみたいな薄いですから、2分だけ。今回は、料理用に、塩を少し、砂糖少しで、クリームソースしましたけど、これ例えば砂糖、さっきのメレンゲのところですねで、卵黄に加える砂糖も、多くするとデザートとしても、使えます。ですからポイントは、ふわふわのオムレツを、作るので時間が経つごとに、ペタッと沈んでいきますので早めに召し上がってくださいということです。時間で、片方で、ソースを温めておきます。はい、こんな感じ。もうちょっとかな。いい感じです。いい感じです。はい、どんどん沈んでいくんで盛りたいと思います。はい、お皿に
で最後に、パセリを振る。完成です。